こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は通勤用に CT125 ハンター株を中古で購入してみたおっちゃんの動画です。陸送で送られてきた時はウキウキしましたが、一瞬でがっくりしました。というのもパッと見でわかるくらいいろいろ曲がってたからです。中でもハンドルとヘッドライトが破損がひどく、ヘッドライトは脱落の危険性がありました。バイクショップから購入したのにヤフオクのノークレーム案件なレベルでした。修理が必要な箇所があるか質問をしなかったおっちゃんのミスでもあります。イライラすると精神的にも良くないので、ノークレームで少しずつ修理していきたいと思います。ということでまずはハンドルの交換です。曲がって負荷がかかった箇所の塗装が剥げて錆が出てきてました。画像では分かりにくいですが、結構な角度で曲がってます。平らな床に置いてみると歪んだ感じがはっきりと分かりました。ねじれるように曲がってるので、これは叩いたり曲げたりでの修正は無理だと判断。素直に新品のハンドルと交換することにします。純正のウインカーとケーブルが使えるということだったので、チータレーシングのハンドルバーを購入。アルミ製でとても軽く良い感じです。純正のウインカーの固定用のブラケットもついてました。ウインカーもそのうち交換しそうですが、まずは普通に走れるように。ハンドルも純正とほぼ同サイズなので、操作性もさほど変わらないはず。安心。それでは保安部品とグリップを外していきます。ハンドル周りには余計なものがついていないので、作業はスムーズでした。ブレーキレバーも微妙な角度で曲がってたので、そのうち交換します。CT125 にはクラッチレバーがないので、フロントブレーキのレバーが右側だけについています。マスターシリンダーが一体型のタイプなので、レバーと一緒に外れます。ミラーとブレーキは 8mm のソケットで外せます。純正のハンドルバーウェイトの取り外し、インパクトドライバーで外しました。スイッチ類のネジは2番のプラスドライバーで外せます。左右ともに2本です。フロントブレーキのスイッチの平端子があるので、断線させないように慎重に取り外します。いろいろとぶら下がり状態。おっちゃん適当な感じ。こうやって作業がだんだん雑な感じになっていきます。外装やパーツが傷だらけになるので注意して作業しましょう。2箇所のスイッチを止めてるネジを外します。2番のプラスドライバーを使います。今回はグリップもスロットルパイプも交換しないので、分解はここまで。スロットルグリップはハンドルバーを外すときに引っこ抜きます。ハンドルアッパーホルダーを外すのには 6mm の六角レンチを使います。ソケットレンチがあると作業がとてもスムーズです。締め付けるときは対角ではなく、先に上2箇所、次に下2箇所を締めましょう。それにしても通勤で使いたかっただけなのに、修理にどんどん出費が。おっちゃん泣きそうです。通勤で即使いたかったけど、ここはぐっと我慢。ハンドルが曲がってたり、ヘッドライトが脱落しそうな車両では安心して通勤できません。おっちゃん、通勤距離が往復 70km 以上あるので、 CT125 の燃費リッター 60kg は魅力でした。なのでしっかり直さないと事故につながるので直します。というかヘッドライトは部品が揃うまでボンドで応急処置します。ほんと破壊的にバキバキ。普通は8000交換です。はい、おっちゃん大好きエポキシニ液混合ボンドです。ヘッドライトのリムも面白いくらいにぐにゃぐにゃに曲がってたので、
見つけた時には本気で笑いました。もはや円形ではなかったです。とりあえずライトがブラブラして外れなければ良いので、今回の処置にどうせ買えるなら車外のヘッドライトとかいろいろ探してみたいと思います。 CT125 用となってる部品はどれもお高い。今までもおっちゃんのバイクカスタムは汎用品で代用してきたので何とかしてみせます。がっちりと固まりました。応急処置完了。何回か走行して確認してみましたが、ぐらつきはなかったです。替えのパーツを買うまでどうか耐えてください。逸脱しました。ハンドル交換に話を戻します。組み付けるのは外した時の逆の手順で、純正ハンドルと同様に裏側に回転防止用のポッチの穴が開いているので、スイッチを取り付けます。この時ハンドルの形状が違いすぎるとブレーキやアクセル、クラッチケーブルなど買い足さなければいけなくなるので注意が必要です。ハンドルアッパーホルダーを取り付けます。落とした。年々どんくさくなってるおっちゃんです。ハンドルの仮止めをしたらアクセルや保安部品をつけていきます。トップボックスとかを買って積載量アップさせようかなと思ってましたが、修理部品に思いのほかお金がかかってしまいました。しばらく積載量アップはお預けです。それどころか NM4 のセンターコンソール用の部品台も使ってしまいましたので、 NM4 のカスタマイズも一時中断です。まずは通勤用バイクを乗れるようにしなければ。なんだか時間が足りません。お金ももちろん足りません。笑い。純正パーツを使える範囲のハンドル交換は楽で安全です。ハンドルを高くしたりワイドなタイプにしたりすると絶対にケーブル類の長さが足りなくなるので、交換作業に時間がかかります。今の作業は純正ウインカーを組み付けてるところです。純正のハンドルにはウインカーを固定する用のステーが溶接されてますが、交換用のアルミハンドルにはついてません。その代わり後付けの CT125 用のブラケットがついてました。このブラケットを使えばハンドル以外の箇所にウインカーをつけることもできそうです。とか言ってる間に組み上がりました。純正のハンドルインナーウェイトが使えないので、車外のウェイトを用意しなくては。標準のポジションに合わせてみましたがしっくりきません。ハンドルの角度の調整をしてみます。奥にオフセットしてみます。起き上がってる感じがしっくりきたので、この角度でちょっと走ってみます。それにしてもブレーキレバーが曲がってて握りにくい。握れないことはないですが遠いです。近いうちにブレーキレバーも買い替えます。締め忘れに注意。ハンドルアッパーホルダーの締め付けトルクは27ニュートン。試走してみました。振動はともかくミラーが見えにくいです。なんとかしなければ。課題がいろいろ増えましたが、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。